中谷さんは徴用先で被爆。一命を取り留めました。当時中谷さんは現在の原爆ドームから北へ50メートル以内に住んでいました。当時は宇品造船に女子挺身隊として働いておりました。だから8時15分にはもう仕事しておりました。そして空襲警報がその前にあったので、一応造船所のヘリがそばに山がございまして、その山を横穴が防空壕になっておりまして、そこへ一応避難いたしました。だけど解除になりまして、それから B29 がやってきて、私は原爆が落ちるのは見ました、宇品から。それは当時みんな汚かったので、今でも私の心に残ってるのは真夏の青空、それに B29 のジュラルミンのきれいな光ですね。それでみんな見ておりました。そうすると落下傘でそこまで見ております。それで光ると同時にみんな山へ防空壕避難いたしまして、それで爆発する時にドーンですね。そして当時の防空壕は砂でセメントで囲ってないもんですから、奥の方おりましたけど、すごい爆風が顔へ当たったのを覚えております。それと出た時にいわゆるキノコ雲で、青空にキノコ雲、その後はちょうど石油を燃やす、それが空中であれも見ました。それが爆発してあと火事になったわけですね。記憶はたどっていくとドーンと、あとはこのキノコ雲からのそれから今までは原爆のことは話したことないです。会社から家へ帰るように言われたので、電鉄の本社がございますね。あそこまで歩いて帰りました。そうするとあそこへ兵隊さんがおられて、もう市中は煙っておりましたんで、もうここから中へ入っちゃいかんおっしゃったんです。それでまた引っ返しまして、会社へ戻って一晩中その会社の寮へ泊めていただいて、広島が一晩中燃えるのは見ました。そしてさっき申し上げた8月7日の朝、まだ市内が煙があるうちに
家まで帰りました。でうちの前はドームの前だったもんですから、当時ドームへは強制疎開をされた会社がほとんど入っとられたので、今までのようにのんきな産業奨励館じゃなくて、たくさんの人の事務所が皆入っていたもんですから、うち8月7日の朝、うちの前は亡くなった方が重なり合って、数は分かりませんけど10体20体じゃなかったです。山のような。でああいう納得できん、家族が死んだいうことはどうしてもなかなか納得しなくて、いろんなところを全部探して歩きました。うちの裏の商工会議所ですね、あそこでみんな死体より生きた方が、やけどした方がずらーっと並んで寝取られたんです。それで入ってすぐ私は川本福一、川本つや子はいたら手を挙げてください言って言いましたら、その中の一人手挙げられたんで行きました。それが岩崎の息子さんでした。当時は私より年上の方でしたけど、大変モダンで目立つ方で、その方が今でも私ああいう言葉がよく出たなと思うんですけど、あの方丸裸でございました。そして私に自分が岩崎だいうことをまずおっしゃって、私にこんな格好で失礼いたします。だけどお父さんお母さんあそこにうちにいたかおっしゃったもんで、そうです言いましたら、覚悟しなさい。あなた無傷なら親はちゃんと立派にやってきたんだから、今後は立派に生きていってほしいいうことを言っていただきました。どうしてあの時におんぶしてでも避難所へ連れて行ってあげなかったかなと今後悔しております。